こんにちは、イラストレーターのダヴィンチです。今回は光と影の描き方講座の第3弾、色について徹底解説をしていきます。今回は配色についてではなく、光の影響でどのように色が私たちに見えるようになっているのかということについて深掘りしていきます。この動画を完璧に理解して、影の色をどうしたらいいのかとか、環境光って何ぞやといった基本的なお悩みは全て払拭できる。そしてその上、この動画を完璧に理解できれば、リアリティのある色の選び方だけでなく、リアリティのない配色でもそれに説得力を持たせられるような光源などの設置の仕方を考えることができるようになります。今回も内容はかなり理系によっているので難しいと感じる人もいるかもしれませんが、絵を描く上で必要な情報だけに絞ってどこよりもわかりやすく解説していくので、ぜひ最後まで頑張ってお付き合いください。それでは本編へどうぞ。1、色の認識。光の波長が変われば、私たちには色の違いとして認識されます。例えば、こういった部分の赤い光も波長を短くしていくと、こういった緑であったり、青であったり、そういった光に変わるわけです。しかし、残念なことに、人間が色を検知する器官は3種類しかなく、その3種類は赤、緑、青の3種類を検出するだけなんです。ただし、例えばこの緑色を検知する器官であれば、この緑色のピンポイントでここだけを検知するというわけではなく、ここの波長の光が来れば強く検知しますが、ここから離れていってもだんだんと弱くなっていくだけで検知はします。こういった検知の強さが山のようなグラフになるんですね。これが3つの器官それぞれで起きているので、これらでカバーし合って本来検知することのできないこういった黄色であったり、このシアンのような色も我々の目には見えることができるようになっています。しかし実はこのシステムには一つ致命的な弱点があります。それは例えば黄色の光が目に入った時に、もちろんこれはこの赤色と緑を検知する部分が両方それぞれ少しずつ働き、黄色だなという風に見えるわけなのですが、一方で赤色の光と緑色の光が同じところから一緒に目に入ってきたら、それも同様にこの赤色の部分と緑色の部分が少しずつ反応して全く同じように黄色に見えてしまうんです。つまり私たちは目に見えている色だけではその光が実際はどんな色なのかということを判断することができません。このように黄色だなと認識していても、光が実際に黄色なのか赤と緑が混ざった光なのかというのがわからないように、まずはこの前提を頭の中に置いておいてください。一方で光は混ざれば混ざるほど色を変えていきます。究極的にはこの全ての色を同時に目に入るような状況にできれば、私たちはそれを白色として認識するようになります。しかし先ほども言った通り、実際には色を判別する器官は赤、緑、青しかないので、それ以外の色を消してしまっても、この赤、緑、青の3色だけでも私たちは白色の光だなというふうに感じるわけなんです。ですからこのレッド、グリーン、ブルー、RGB、この3色を扱うだけで私たちの目に見える全ての色を感じるように再現できるので、デジタルのモニターではこの3色を扱い、この3色を光の三原色と呼びます。このように光が混ざることでどのような色に見えるのかということをデジタルツールでは簡単に実験することができます。それはレイヤーモード加算です。加算は足し算という意味で、光の足し算をシミュレーションしてどのような色に見えるのかということを確認できます。例えばこちらの赤い光に加算で緑の光をこのように重ねたら、先ほどの説明の通り確かに赤色と緑色の部分のそれぞれを反応させて間の黄色に見えるようになっています。これは実際に黄色の光がここから出ているのではなく、赤い光と緑の光が一緒に出ていて、それぞれを刺激することで黄色に見えているという現象です。同様にレイヤーの合成モードを加算にして青をここに重ねると、こ
このように3色が重なったところが先ほどの説明の通り白色になっていますね。ちなみにこの赤と青の重なった部分はマゼンタ、緑と青の重なった部分がシアンで、このイエロー、シアン、マゼンタの3色は光の三原色とは別に色量の三原色などと呼ばれており、絵の具などのアナログのツールを使うときに重要になってくる3色になります。こちら詳しくはまた話が長くなってしまうので今回は触れませんが、興味のある人は調べてみてください。今少ない色の数であれば加算レイヤーを使えばその混ぜた色がどのように見えるのかをシミュレーションできることは説明いたしましたが、今赤、緑、青などの少ない3色を選んでそれを混ぜ合わせたらどのような光の色に見えるのかということをシミュレーションできるのが加算レイヤーだと説明しましたが、光というのはそうシンプルに少ない色が混ざっていることも珍しいので、より考えるのは例えばこの全体を持つ白色の光から紫を引いた時などのような状態、つまりここ全部の足し合わせを考えたい時ですね。これは全体から反対にここを引き算すればよく、引き算ができるのはレイヤー効果の減算です。この紫の部分を引いたら白色はどうなるのかなをシミュレーションしたければ、この紫の色をスポイトして、今ここ全体が白いのでここに書いてあげるとシミュレーションができます。今レイヤーモードが減算で紫を書きます。するとこのように緑色に見えるわけなんですね。ですから白色の光からこの紫の光を取り除いたら私たちの目には緑色に見えるということも簡単にシミュレーションできるわけなんです。具体的な例も一つ紹介しましょう。私たちに身近な太陽光はこの色全体を大体含んでいます。その中でこの白色の光が空を通り抜ける間、前回の動画で紹介した通りレイリー散乱が起き、この青色系の光が空で散乱されてしまいます。しかしこれは全部散乱されるのではなく、少しずつしか散乱されないので、イメージとしてはこういった暗い青色が少しだけ失われてしまったというイメージですね。ではこちらの暗い青色、この全体の虹色から引き算したら、つまりレイヤーモードを減算にしてこの白に乗せてみると何色に見えると思いますか？こういった薄い黄色に見えるんです。ですから太陽光は白色から薄い黄色にかけての色であるというふうに語られることが多いのはこのためなんです。2、物体の色。私たちが実際に見ている色の大部分、そしてイラストで活用する大部分は光を直接見ているのではなく、物体に反射した光を間接的に見ていますよね。その仕組みを少し確認します。まず私たちにこのようにリンゴが赤く見えているということは、リンゴから私たちに向かって赤い光、もしくはここから少しずれたオレンジや黄色寄りのこういった光も含んだこの混ざった光が私たちの目に届いているということですよね。これらをリンゴが光源から受けた光を反射して私たちの目に届けています。しかし反射しているということは、これらの色がもともと光源に含まれている必要があります。もともとの光源にもし赤色が含まれていたとしたら、その赤色を反射してリンゴが赤く見えるということですね。その中で例えば元の光源にこういった青色なんかが含まれていても、赤色のリンゴではこの青色を反射しません。ではこの青色はどうなるのかというと、そのままこのリンゴの表面に吸収されてしまいます。反対に例えば光源が青色だけを含んでいて赤色を含んでいないような光を出す場合、リンゴに全て吸収されてしまうので、リンゴは反射できる光がなく、このように暗く見えなくなってしまいます。一方で同じように青色に見える光であっても、青色の部分だけをこのように含んでいるのではなく、青色の部分をたくさん含んでいるけど赤まで少し含んでいるような、こういった光が光源であればやや光を反射することができるので、赤をたっぷり含んでいる時に比べたら暗いものの、一応やや赤色だなというふうに認識はできるわけなんです。このように光源の光に含まれる色によって物体の見える色も変わってきます。そのため光源の色の構成に理解を深めることで、より説得力のある色使いができるようになります。
このような色の変化を感じることのできる身近な例としては、例えば服を買いに行った時に店の中で感じたその服の色と外に出た時に感じた色が変わって見えるような現象を感じたことがないですか？店の中で例えば2つの服を見比べた時に同じ色だったとしても、それを外で見比べた時に違う色に見えることがあるのかもしれません。それは店の中と外とでこの光源の光の構成が変わっているので、反射した光をそれぞれ足し合わせると同じような色に見えていたとしても、光源の色が変わったことによってどちらかの色が反射する光の構成が大きく変わって色が変わって見えるようになったというわけなんですね。しかし現実的にほとんどの光源はピンポイントでどこかの色を発しているような、そういった光源ではなく、大体全ての色を含んでいるけどどこかが強いといったような、そういう構成を持っています。そしてこの赤色を反射したいリンゴ、赤以外の色を吸収したいリンゴに、例えばこういった緑の強い光を当てた時にどのように見えるのかということも簡単にシミュレーションすることができます。それがレイヤーモード乗算です。では光源の色と物体の色はどのように作用し合って私たちの目にどのような色となって現れるのでしょうか。これは実は光源の色とこの物体の色の掛け合わせによって見える色が決定します。掛け合わせというともう勘のいい人はわかるかもしれません。レイヤーモード乗算がまさにその掛け合わせをシミュレーションできるモードなんです。例えば光源の光がこのように黄色を最も多く含んでいるような光であれば、こういった黄色を乗算で重ねてやれば良いです。だいたいこのような色となって見えるようになるわけなんですね。ここで乗算によって色を重ねると元のリンゴが暗くなったことに違和感を覚えるかもしれません。しかし今回こちら前提で説明のためにリンゴを赤く塗っているだけで、実際は光を当てる前はこのように真っ暗な状態です。ここに黄色が多い光源の光を当てた時にシミュレーションするために1回赤で塗って実際はこのようになる、これがこのようになるというイメージです。つまり明るくはなっています。しかし一つ注意することがあります。先ほどの光源と物体の色の掛け合わせによって見える色が決まるというのは以前の内容の鏡面反射と乱反射のうちの乱反射寄りの方のお話です。光源の色を A、物体の色を B とすれば鏡面反射側で見えるような色はほとんど A のままです。対して乱反射の方が A×B 乗算の関係になっているんですね。つまり赤いリンゴに白い光を当てた時に表面反射に当たるハイライトはほとんど光源の白い光の白色としてハイライトが見えるのに対し、ハイライトの周辺の乱反射によって見える部分は白とこの B 赤色の掛け合わせの赤色として見える。すごく大雑把に書くとこのような感じになるというわけなんですね。3、すべての物体が光源。実はここまでの内容で色に関する最低限の知識はほとんど説明することができました。ここからもう少し具体的なことを見ていって光の振る舞いについて慣れていきましょう。まず思い出してほしいのは光源は大きく分けて2種類、点光源によるハードライトと面光源によるソフトライトです。それぞれ強さはハードライトの方が強いことが多く、指向性もハードライトの方が高いということをまずおさらいしておきましょう。具体例としてハードライトの点光源としては電球だとか太陽だとかが当たります。ここで太陽はかなり大きいので点として見なしていいのかという疑問を持つかもしれませんが、太陽はとても遠くにあるので点と近似しても絵を描く上では問題がありません。一方ソフトライトは乱反射による光、拡散光、これは例えば間接照明といえば分かりやすくなりますであったり、散乱された散乱光、青空であったり霧であったりですね。他にもシンプルに広い面積を持つライトもこれに当たりますね。そしてここで一つ気づいてほしいことがあります。目に見えるということはその物体から光が出て目に届いているということですよね。そして光源はこのどちらかに分類されます。つまり私たちの目に見える全ての物体は何かしらの光源として考えることができるんです。はっきりと光っていると実感できる
電球や太陽に限らず、その辺に置いてあるリンゴも赤く見えているということは、乱反射による赤色が見えている。そう、拡散光、赤色を出すようなソフトライトの光源であるというふうに考えることもできるんです。もう一度言いますね。目に見える物体はハードライトよりも強さの弱いソフトライトとしての光源になっています。こちらのイラストを使って解説していきますね。こちらは前回も使用したはっきりとしたハイライトにはっきりとした影がついているので、メインの右上の方の光源はハードライトの点光源、そして今日の内容をおさらいすると、このハイライトが白色になっているので、この光源も白色だということがわかります。ここでこういった矢印の流れに沿ってこの球の色がどのように変化しているのかを確認していきましょう。まずハイライトから抜けるにつれて急激に明るさが落ちていますよね。これは前回までの内容で簡単にわかると思います。ここまで緩やかに暗くなっていくのも同様です。しかしここで一部明るくなっていますよね。これがいわゆる反射光と呼ばれる光の部分です。反射光はどこから来ているのでしょうか。この物体の表面で乱反射が起きているはずなので、どのような角度から光が入ったとしても、その一部は私たちの目に向かって直進してきますよね。その中でも特に強いのは、以前紹介した通り、乱反射の中でもこの表面反射の方向が最も強くなるので、このイラストにおいてもこの部分で明るくなっているのは、私たちの目に向かって鏡面反射をするような角度。これは分かりやすくこのような描き方をしましたが、実際は地面のこういった部分から来た光がここに反射して私たちの目に来ているということになりますね。そしてなぜここから光が来ているのかというと、元々の右上の光源が光を出し、ここの地面に当てて、その一部が乱反射しこっちに来て、そしてそれがこう来ているということなんですね。ここで注意しておきたいのは、地面で乱反射した光が反射光になっているので、これはソフトライトです。元々の光源の一部が乱反射したものが、さらにその一部が乱反射してきているので、元々の光源に比べたらかなり弱い光になっています。そのため、ここの明るさと直接光源が当たるような部分で比べると、絶対に反射光の部分が暗くなる必要があります。その点にはご注意ください。ではもしこの球体が色を持っていたらどうなるでしょうか。例えばこういった赤色の球体ですね。ハイライトに近い部分は白色の光源もほぼそのまま反射してきているので、このように白く見えます。一方でその周辺の乱反射している部分は白の赤以外の部分を吸収してしまい、赤を反射してきているので赤く見えます。そして反射光の部分も赤みがかっていますね。もしこのように地面が青色であったらどうでしょうか。そうなるとこの反射光の部分が本来地面の拡散光を受けているので、乱反射したこの青色をここに受けるはずです。ですから反射光も青色を帯びる必要があります。このようになりますね。このように周りの環境が色を持っていると反射光にもその色がつきます。ですから反射光に気を配ることによって背景を描かなくても周りの景色のイメージを持たせることができるようになります。さらにおまけですか、今地面がなんとなく柔らかいとかザラザラしてるなという感じですよね。なぜならそう、ソフトライトだけが描写されているからなんです。ハードライトにあたるハイライトがありません。この右上にある光源によるハイライトをこの範囲内に書くことはできませんが、一方でこの球体に反射したハードライトがさらにこの地面に反射するというふうに考えれば、このように球体が鏡で反射しているようになんとなく見えるはずですよね。こうやって付け加えることによってこの地面も滑らかなんだなということを表現することができます。では青空の例も見てみましょうか。もしこの点光源が太陽でここが青空の下だとしましょう。そうすると先ほども説明した通り、太陽は青色の成分が青空で拡散されてしまうので、最終的に私たちの元に届くその光の色はやや黄色を帯びているので、このようにやや黄色くしました。そして次に行うことがこちらです。全体がやや青みがかりましたよね。これは一体何が起きているのでしょうか。青空は青い光が散乱しているということは、つまり青いソフトライトが上から降り注いでいるという状況です。太陽の光に比べれたらこれは弱いので、
ハイライト周辺ではほとんど現れませんが、こういった特にこのハイライトからすると影に当たる部分では太陽の光は届かないけど青空の光は届くので、青空の下ではこのように影の部分がやや青く少しだけ照らされます。青く少し照らされるので、この元の固有色とこの青空の青とで定山によって掛け合わせてどのような色になるかをシミュレーションすることは先ほども説明した通りですが、このように青空の下では影が青側に寄るということになるんです。青空の下の光源は太陽というとても強いハードライトだけではなく、上を見上げると目に見えるその青空もソフトライトとして広がっているわけなんです。そしてそれだけではなく、先ほどからお伝えしている通り、目に見えるもの全てが光源として扱えます。この地面も見えているということはソフトライトの光源として扱うことができ、ここに反射光がこのようにできるわけなんですね。4、実際のイラストでの使い方。それではまず本シリーズの解説に使っているこちらのイラストを確認してみましょう。こちらのイラストの一番強い光源であるこの逆光の白色の光は、実はこのように完全に RGB 全ての値がマックスの真っ白となっています。そのため現実離れしたかなり強い光としてダイナミックさを演出しています。例えば太陽光であればこのようにやや黄色がかった白色などになるはずですが、そういうわけでもなく完全に真っ白となっているわけなんです。そしてこの真っ白は全ての色を含んでいるような光源であることを仮定しているので、固有色との色の掛け合わせによってこの逆光による光の当たる部分の色が固有色から大きくずれることがなく、このように直感的に明るくしただけの色を周辺に配置するだけで済んでいます。一方2つ目の光源、やや手前側の右上に置いたやや青い光と説明しましたね。こちら青単色ではなく青を特に多く含んだような光の色の構成になっています。この光を直接そのまま反射するような鏡面反射、すなわちハイライトの部分、なぜこういった髪の毛の部分ですが、ポイントしてみるとほら確かにやや青みを帯びたハイライトになっていますよね。こういった胸の上のハイライトとまでいかなくても2つ目の光源の影響を強く受けている部分はスポイトしてみると同じようにやや青みがかっています。この鼻の上の光源、こちらは青ではなくこのように肌の色の方に寄せています。これは実際にここにハイライトができるわけではなく、あくまでハイライトみたいなものをイラストの表現としておしゃれにするために無理やり取り入れているため、リアリティとの齟齬のないようにこのようにハイライトを強く出しすぎないような色味として塗っているわけなんです。一方反射光などの環境光はどうでしょうか。こちらのイラストではほとんど使っていません。強いて言えばここにほんの少しだけ明るさが加わっているのがお分かりでしょうか。こちら反射光はソフトライトになるのであまり強く入れすぎず、そしてぼかしながら加えています。こちらの反射光のイメージはこの肩に当たった後ろの逆光の強い光の乱反射の一部がここに加わっているようなイメージです。以上、こちらが比較的リアリティを持った色の選び方での解説でした。では続いてこちらのイラストをご覧ください。こちらのイラスト、どことなく現実感のない、なんとなく地に足のつかないふわふわした不思議な感じがしませんか。これは配色を丁寧に作っているからなんですが、特に影色に注目して見てみてください。影にはメインとなる光源の他に周囲に広がっている環境の色が反映されるんでしたね。そう、青空の青のように、こちらのイラストの影色、こういった色であったりこういった色、最も強く環境光の影響が現れるのはこういった白色の固有色を持つ部分の影色ですから、このような色ですね。とこのようにここの周辺で影色が使われています。いわば赤紫ですね。私たちの目が赤紫を認識するためにはこういった赤と紫がたくさん含まれるような光を見る必要があります。これを混ぜ合わせると赤紫に見えるわけなんです。こういった構成の光は自然界にはとても珍しいものです。そのためそういった珍しい色の光がソフトライトとして辺り一面に広がっているという状況のイラストになっているわけなんですね。この自然界にありえないっていうところが不思議さを醸し出すとともにですが、しっかりと
理論的に正しくこういった赤紫のソフトライトを与えているということを計算の上で描いているので、こちらのイラストにはちぐはぐな感じはなく、説得力のある統一感は残ったままであるということなんです。いかがでしたか？本当に難しい内容だとは思いますけれど、ここまで見ていただいた皆さんは本当によく頑張りました。きっと全てを完璧に理解できたという人は少ないかもしれませんが、そういった積極的な学ぶ姿勢があなたの成長につながります。ぜひその気持ちは忘れずに頑張り続けてください。こちらの動画もかなり幅広い範囲をしっかりとまとめていますので、今ちゃんと理解できなかったなという人もまた時間を置いて繰り返し見て、ぜひ少しでも自分の身になるようにしてみてくださいね。このイラストに使われている光と影の技法を解説する本シリーズは残すことあと2回になります。どうでしょう？現時点でもこのイラストに対する見方はこのシリーズの初めの時に比べてだいぶ変わったのではないでしょうか。あと2回頑張ってついてきてくだされば、このイラストの全てを理解することができるようになります。あと2回一緒に頑張りましょうね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは引き続きイラストに関わる動画を上げていきます。質問や動画のリクエストはコメント欄にお気軽にお願いします。チャンネル登録、高評価がまだの人はよろしくお願いします。それでは。